おはようございます。みかこです。今日は少しだけ、自然農の畑の様子を、お届けしようと思います。前に田んぼの様子をお届けして、畑の様子も見たいというコメントもいただいたので、冬の畑の様子を少し映していこうと思います。ここは白菜の植えてあるところです。今年は、葉物野菜が割とよく育っています。去年と一昨年は、秋頃に虫の被害がすごくて、あまりたくさん収穫できなかったんですが、今年は虫が少なかったのと、そうですね、気候の関係ですかね。葉物はよく育っていますね。こちらは水菜の畝です。この水菜と白菜は、ポット苗に種を下ろして、で少し、葉っぱが5、6枚に育った頃でしたかね。こちらの畑に定植したものになります。白菜は野崎2号という品種です。今年は割としっかり結球していて、この根元のところとか白いところがね甘くて美味しいんですけど、美味しくいただいてます。これはちょっと寒さでだんだん傷んでくるので、少し葉っぱをこう覆って紐で縛って寒さから守るという対策も今年はやってみようかなと思っています。この辺はねあんまり結球してないんですけど、こういう青々した部分もとっても美味しいので、鍋に入れて毎日のように鍋でいただいてますね。今の時期はもう畑で作業をすることはあまりなくて、見守りとあれですね、食べる、収穫するっていう作業ですね。あと美味しいうちにお漬物にして保存したいなと思っています。少しずつ漬けていってるんですけど、私たちの畑は自然農なので耕していないです。ここに畝と畝の間の溝があるんですけれども、最初にこの溝を掘って溝の土を畝の上に上げて、でこれを畝として、でその後はずっとこの畝を崩さずに使い続けています。その場所によっていろいろ年数は違うんですけれども、この畝で16、17年目ぐらいです。こちらはブロッコリーですね。ブロッコリーの隣はこれはチンゲン菜ですね。チンゲン菜の方はポット苗とかは作らずに、直接ここに筋巻きですね、筋をクワで筋をつけて、そこにパラパラっと種を下ろしていって、で間引きながらいただいているというで現在の姿です。チンゲン菜もよく育っています。あとこの間にちょっと見えにくいかもしれないですけれども、玉ねぎの苗を植えてあります。玉ねぎはね、なかなか私はあまり上手に育てれないんですが、去年はまあまあでした。今年も元気に育ってくれたらいいなと思っています。ここは菜花の畝です。これも筋巻きです。油中は交雑しやすいので、全部自家採取はしてなくて、自家採取するものは決めて離して巻いたり植えたりするようにしています。この菜花は
ずっと、自家採取していて、大台町でずっと繋いできた種っていうことでいただいたので、大切に育てています。もうちょっと間引かないといけないですね。間引いて、キャベツみたいな感じで、もう茎ごと食べれるので、いただいていって、で、春先に、出てきた、糖が立ってきたつぼみを摘んでいただいてます。で、こちらは株ですね。株は、自家採取してなくて、購入した種。これは天王寺株という品種です。天王寺株、ちょっと今年は間引きが遅れたので、小さめですけどね、実がキュッと締まって美味しいんです。だんだんね、こうやって黄色くなってきてるんでね、最近寒いので、早く美味しいうちに漬物でもしたいなと思っています。うちのあたりはそんなに標高は高くないんですけど、年間最低気温が、冬はマイナス4、5度ぐらいまでは行く日もありますので、そうですね、これから1月、2月に向かっていく間に、少しずつ、外場の方が食べれなくなってきたりとか、でも残った分はね、春先までいただけるので、そんな感じで、恵みをいただいています。ここは大根ですね。大根もよく育っています。大根はね、秋に大根サルハムシっていう甲虫、真っ黒いちっちゃい甲虫がいるんですけれど、それにかなり被害を受けました。でも虫取りも頑張って取って、寒くなってきたら虫の勢いは収まってくるので、そしたらまた葉っぱもこうやって復活して、元気に育っていると思います。大根も美味しいですよね。葉っぱも美味しいし、栄養たっぷりなんで、葉っぱも美味しくいただいてます。自然農のお野菜美味しくいただくためのお漬物の作り方の動画とか、いろんな大根葉を使ったレシピとかも、動画配信していますので、ご興味ある方は、ぜひ過去の動画から探してみてください。この動画の概要欄にもいろいろ、そこから行けるように貼っておこうと思いますので、よろしければご覧ください。ここは小松菜の畝です。小松菜も、筋巻きですね。小松菜の種もずっと自家採取でつないでいます。とても美味しそうに元気に育ってます。自家採集してるとですね、種が交雑して、少しね、小松菜っぽくない、ちょっと山東菜っぽいなみたいなのも出てきてるんです。これちょっと違うなみたいな。でもね、味は美味しいので問題ないんですけど、やっぱりその小松菜らしさを維持しようと思ったら、こういうものは、早めに糖が立つ前にいただいてしまって、で、小松菜らしいものを残して、自家採取していけばいいと思って、そんな風にやっています。筋巻きでちょっと多めに種をおろして、間引きながらいただいてるっていう、今の姿ですね。もっと間引いたらいいんですけどね、ちょっといろいろ、追いついてない感じで。でも、小松菜はそうですね、春先まで結構強いんでね、葉物の中では。うちぐらいの気候だったら、まだまだ大丈夫です。寒いですね。なんか、みぞれが降ってきました。筋巻き
のやり方の動画も、出してますので、栽培の仕方に興味がある方は、ぜひ過去の動画から見てみてください。概要欄からも見られるようにしておきますね。いろんなワークショップもやってますので、そちらの情報も SNS とか YouTube でもね、発信していますので、とっても興味があって見に来たいという方は、そういった機会も利用していただければと思います。今日収穫したお野菜です。冬の畑からいただいた大切な恵みを、美味しくいただきたいと思います。今日は自然農の畑から冬野菜の一部ですけれども、お届けしました。これから寒い季節にますます日本ではなっていきますけれども、皆さんお元気でお過ごしください。どうぞ良いお年をお迎えください。バイバイ。